春が来たらぼやぼやしていられない。越後湯沢に来た梅です。春の訪れに道端も歓喜している。つくし、ふきのとう、東京近郊より少し遅い春。さて今回のプランは、山菜の季節が来た、自然の恵みをいただこうです。東京近郊より圧倒的に美味しい山菜が東京から1時間ちょっとのところにある。達人について山菜採りツアーに行くよ。車の運転しないからシャトルバス以来のドライブ新鮮。雪が溶けて川になって流れていくとこんなに青くなるそう。たった一組でピクニックしている人が羨ましい。本当に吸い込まれそうに綺麗。絶景。早速ふきのとうを発見。容赦なくいただく。素晴らしい黄緑。目が慣れてくるとあっちにもこっちにも。こんなに伸びていても花が咲ききっていなければ大丈夫とのこと。ほわほわタイプ。かわいい。お店でも見る閉じてるタイプ。容赦なくいただく。どうももはや獲物。点々と続く食べ頃の子たち。かわいいね。容赦なくいただくけどね。よもぎの新芽も香り高く苦みがほとんどない。天ぷらにします。次はこごみです。一番会いたかったこごみちゃん。容赦なくいただく。これは山うど。いい香り。とにかく空気がおいしい。残雪と寒くない気候が素晴らしい。お魚もいるようです。梅の動画でもおなじみの肝臓ですね。小さいので全部おいしい。雪解け後一斉に芽吹く黄緑緑。つくしと一緒に。山菜ツアー以外誰もいない。のどか。北国の春といえばこぶし。いい香り。雪解け水は行く。油ちゃん、芽吹きとともに開花する。枝がいい香り。普段歩かないような草むら。ちょっと必死。頑張れ。転ばないように。ワクワクは止まらない。お花畑。雪割りいちげの群生。きれい。たくさんある鬼ゼンマイ推しだ。食べられなくはないそう。塩嶺草森の貴婦人。根および茎の根元には毒。片栗、春を告げる山の妖精。片栗粉はもともと片栗の球根から抽出したでんぷんのこと。種から7年目でようやく花が咲く。会えてよかった。これはこごみ草ソテツの胞子葉だそう。朝月おいしそう。早春の里山を歩くって贅沢。水辺に咲く黄色い水仙。清らかな流れ。レストランへ。取った山菜を料理していただけるのでレストランに移動。調理場担当の方のお話を聞く。雪下人参とは雪の下で越冬させたもの。甘みや旨みを感じる成分アミノ酸の含有量と香りの成分カリオフィレンが大きく増加します。色も綺麗。しかも雪の下は温度が一定なため凍らず乾かないためみずみずしいそうです。じっくり一定の温度で出した昆布だし。レストランのごちそうをいただきます。感動的に綺麗な山菜が登場。ペアリング新潟の名手とともに幸せ。肝臓の酢味噌あえ。茹でて酢味噌で。甘みがあるってはっきりわかる。定番の山菜天ぷらきました。ふきのとう、よもぎ、
肝臓、山うど、ふきのとう、もじおでいただきます。香り高いし甘いし、サクッともちもちの食感、おいしい。美しい前菜からスープ、天然マダイのカルパッチョ、スズキのフリットはサクッと揚がってとてもおいしい。大ファンのカクレイ登場。A5 ランク新潟牛のステーキ、岩の原ワインヘリテージ、いい香り。魚沼産コシヒカリ一等米ご飯、つやピカー。お味噌汁、コーヒー、紅茶、本格的なデザートまで8250円のお料理、ドリンク2200円で大満足です。大きいお土産付きです。帰宅、持ってきました。越後湯沢の甘みいっぱい、香りいっぱいの山菜たくさん。すべてアク抜きいらないから楽ちん。まず洗う。肝臓は土を噛んでないかチェック。よし。ふきのとうは根元の茶色は取っちゃう。切り口の茶色も切っちゃう。きれい。こごみは茶色のほわほわを取ります。おひたしなどは下の方は硬いので取った方が食べやすいです。天ぷらなら問題ないし、カリカリがお好きならそのまま食べられます。ちょっともったいないけどカット。まずはうちでも天ぷらにしました。いい香り。やっぱり雪国の山菜は圧倒的に美味しいよ。よもぎ、ふきのとう、朝つき、こごみ、肝臓、おいしそう。その辺のたけのこと木の芽、冷凍したその辺のわかめとこごみを煮ました。鶏ひき肉団子と、どれも茹でておけばおひたしや汁物にすぐ使えて便利。いつものおすましと味噌汁がグレードアップします。続いてふきのとうの和風ピクルス、発泡だし、天つゆなど大さじ4くらい。醤油なら少し少なめ。濃い色にしないために白だしをうち2分の1ぐらい使いますが、なしでも OK。 お酢大さじ2ぐらい。砂糖大さじ1、めんつゆ4、酢2、砂糖1。めんつゆなど製品によって濃さも違うので適当に調節してください。醤油の場合は水かだしを足すといいです。沸騰したお湯に塩を入れて塩茹でします。再沸騰後30秒ぐらい。水気は軽く切る程度。熱いうちに調味液にドボンします。冷めると味が染み込むので冷やします。1日置いた方が美味しいです。湯むきしたプチトマトも一緒に。ふきのとうの和風ピクルス完成です。苦味と酸味と旨味、大人のお味です。お酒のお供にも。肝臓と朝つきを一緒に塩茹でしてネタにしてみます。朝つきは適当にカット。やっぱり再沸騰してから30秒ぐらい。ざるにあげて冷まします。ぬた用の酢味噌、白味噌大さじ1、お酢大さじ1、砂糖小さじ1。お好みで練りからしを少し。よく混ざったら酢味噌完成。肝臓と朝つきを軽く絞って入れます。全体に酢味噌が絡まったら完成。肝臓と朝つきのぬた完成です。あれ、誰かいる？今が旬、
豊漁のホタルイカちゃんと一緒にいかがでしょうか。おいしい。こごみの茹で方も同様。どんな料理にも合うナムル風とごま和えでいきます。ナムル風はオイスターソースとお酢、砂糖少々、ごま油で味付けするだけ。混ぜてしっかり和えて、ごま油を一回し、また混ぜて完成。おろしにんにくは好みで。ごま和えはごま和えの素でお手軽に。ほとんど見分けつかないけど、こごみのごま和えとナムルです。要はこごみは何でもいけるのだ。今日はこんなところです。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。また来てね。春は本当に忙しいよ。応援をよろしくお願いします。